冒頭4件申し上げたいと思います。まず1点目でありますが、PCR などの検査体制の戦略的強化についてであります。検査体制については、これまでの間、検査能力の拡充に努めてまいりました。今般、確認したところで、PCR 検査については、1日当たり5万2000件、抗原簡易キットについては2万6000件、抗原定量検査については8000件の検査能力を今有しているということが確認をいたしました。これを踏まえ、検査が必要な方がより迅速、スムーズに検査を受けていただけるようにするとともに、濃厚接触者に加え、感染の疑いがある場合は広く検査が受けられるようにするとの考え方に立って、検査体制の強化を図っていきたいと考えております。具体的には5つ、お手元に資料があると思いますが、まず1つ目は検査能力の増強であります。PCR 検査機器や抗原定量検査の機器整備をさらに支援するとともに、これは予算面からの支援ということになりますが、すでに医療機関等に配備されている検査機器の能力が最大限活用できるよう、検査受託が可能な大学や、あるいはその付属病院、医療機関などをリスト化して、検査を委託する側の医療機関から、との間でマッチングができるようにしていきたいというふうに思っております。これによってより検査の能力をですね、具体的な検査につなげていきたいと思います。それから2つ目は検査のアクセスの向上であります。東京都練馬区をはじめ、東京都医師会などでは唾液検査に特化した診療所を増やす取り組みをしていただいておりますが、こうした取り組みを横展開し、全国に広めていきたいと思っております。また、そのためにも、医療機関の申し出があれば、速やかに契約を締結をしていくということ。また、唾液による検査など、新たな検査方法を導入する場合は、すでに他の方法による契約をしていればですね、新たな契約変更は不要とする。そうしたことによって、地域の医師の判断の下で迅速に検査が受けられる。そしてそういう医療機関の数の拡大を図っていきたいと思います。そのための通知はすでに8月3日、医療機関の申し出があれば速やかに契約を締結という話は7月の17日、それから唾液検査と新たな検査を導入する場合の契約の変更不要については8月の3日にすでに通知を出しているところであります。3点目でありますが、幅広い検査の実施であります。クラスターの発生など地域における感染状況を踏まえ、感染拡大を防止する必要がある場合には、感染が発生した店舗等に限ることなくですね、地域の関係者を幅広く検査を行っていくことについて、行政の判断で行っていただくこととしております。このため、例えば PCR 車両や臨時の検査場の設置など、出張して検査する取り組み自体も支援をしていくということでありました。具体的には、本件については本日、通知を発したいと考えております。4つ目は、感染による重症化などのリスクの大きい医療機関や高齢者施設等の感染対策の強化であります。院内施設内感染対策のため、新規入院、重症者を含め、感染の可能性の高い場合は、施設の嘱託医など医師の判断のもと、迅速に検査できる体制づくりを進めていきたいと思っております。こうしたことで防止をする、あるいはそうした疑いがあった場合でも速やかな検査をすることによって、院内やあるいは施設内での感染拡大を防ぐことにつなげていきたいと考えています。5つ目は、新規技術の積極的な導入であります。これまで鼻咽頭や唾液に加え、インクによる要するにそこまでいかない手前、鼻のちょっと入り口というような感じ、鼻腔でございます。鼻の鼻腔ですね。鼻腔による検体採取や、一度に複数の検体を検査できるプール検査など、新たな技術を今後とも導入すべくですね、その検証をさらに進めていきたいと考えております。また、検査能力の強化については、PCR 検査だけではなくて、抗原検査も組み合わせていくことが有効であります。抗原検査キットもすでに、ピーク時であれば1ヶ月間、1日3万件を使える程度の備蓄を図っているところでもあります。測っていくということでもあります。さらに、内外においてもですね、新たな抗原の簡易検査キットについて開発が進んでいる
いうことであります。そうした開発がですね、うまくいけば、そうしたものもしっかりと我々取り入れながらですね、全体としての検査能力を高めていきたいと思っております。特に今年の冬、またインフルエンザの流行時期を迎えるわけなんですが、それに向けてですね、インフルエンザの検査とともに、この新型コロナウイルス検査の体制を強化していきたい、能力の拡大を図っていきたいと考えております。また6月より自治体に対して相談から検体採取、検査、分析という一連の検査プロセスを点検をして、今後に向けて必要な対応をお願いしているということですが、今般、各都道府県の取り組み内容の取りまとめができましたので、これは後で事務方から詳細は説明させていただきたいと思いますが、こうした自治体ごとの検査体制の底上げも合わせて、図っていくということ、また先ほど申し上げたような戦略を含めてですね、さらに検査体制の強化に取り組んでいきたいと思っております。それから2点目でありますけれども、宿泊療養が困難な場合における自宅療養の適切な実施ということであります。新型コロナウイルス感染症、ここ1週間1000人を大きく超える新規感染者数の増加が報告をされておりますが、そうした中で、7月の29日、これ毎週都道府県からさまざまな数字をいただいておりますけれども、7月29日時点の数字では、自宅療養が1686人、それから確認中ということですから、基本的には自宅におられるということなんです。その方が684人、合わせて2300人程度の方、全体の陽性者といいますか、すでに退院したりとか、あるいは施設を出た方を除いたですね、現在、入院や療養等が必要だった方に対する割合が3割ということなんですが、今週今取りまとめているところでありますが、その数字、これは夕方また公表させていただきたいと思いますが、すでに5000人近い水準に、また割合では4割近い水準になってきているということであります。こうした状況をしっかり、そうした状況を踏まえてですね、新型コロナウイルス感染症の無症状や軽症の方で入院の必要がないと医師が判断された方に対しては、宿泊療養を基本としているわけでありますし、その考え方を変更するつもりはありませんが、現下の状況を踏まえですね、適切に自宅療養を実施をしていくということが求められております。そこで、自宅療養に関して、昨日のアドバイザリーボードでもご議論いただきました。それから保健所長からは具体的な要望をいただいております。保健所の現場においてですね、この宿泊療養の説得というのは大変時間が、労力がかかっているということ、それから実際、自宅でという方の非常に多いという実態という話が、それもことも踏まえながら、自宅療養の対象となる方の明確化をしていく必要があるという要望をいただきました。具体的には、独居で自立生活が可能な方、同居家族の重症化リスクの状況、あるいは感染管理対策の状況を総合的に勘案して、保健所長がこの方だったらということであれば、自宅療養として、行っていくということであります。ただし、自宅療養を適切に行っていただくためには、食事の配達等を確実に行っていただく必要があります。また、専門職による健康フォローアップも当然求められるものであります。このため、配食サービスの実施や食材の一括配送による食事の配達の確保、また、医師会等への外部委託やハーシスを活用した健康フォローアップの確実な実施などについて、具体的にお示しをさせて周知をし、適切な自宅療養の実施を促していきたいと考えております。特に食事の配達の確保については、例えば東京都の足立区、大阪府の堺市、寝屋川市などで具体的な取り組みも進んでおります。好事例のこうした取り組みをしているということも含めて、それを周知をし、横展開を図っていきたいと考えております。同時に宿泊施設についてしっかり確保していくことは当然必要でありますので、それに向けてのですね、支援も引き続き行っていきたい。どういったホテル等々があるのか、また予算的ないろんな支援もさせていただいているところであります。
3点目でありますけれども、新型ウイルスコロナ感染症の新規感染者数が全国的に増加する中で、先週開かれた分科会でも、クラスターの発生として、接待を伴う飲食店、会食、学校教育施設等と合わせて、職場におけるクラスター発生ということが指摘をされていたところでもあります。そして事業者に対して集団感染の早期封じ込め、基本的な感染予防の徹底が提案されておりました。こうしたことを踏まえて、私どもとしても、事業所における要因を分析した上で、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト、これすでにお出しをさせていただいておりますが、例えば、職場で物品や機器を共有する際の消毒の実施の項目を追加するなどの改定を行わせていただきました。また最新のこうした状況を踏まえ、基礎疾患を持つ方の申し出を踏まえたテレワーク等の就業上の配慮、新型コロナウイルス感染接触確認アプリ、COCOAへの登録干渉などの留意事項も取りまとめ、約2200の労使団体に対し、本日、周知を図っていきたい、周知のお願い、それぞれの傘下のですね、企業等に対する周知のお願いをしたいと思います。また、合わせて雇用の維持を図るために、雇用調整助成金、あるいは休業支援金、小学校休業等対応助成金、また母性健康管理措置による休暇取得支援助成金などの支援策の利用促進についても合わせて呼びかけていきたいと思っております。さらに、集団感染が発生した事業所に対してはですね、先ほど申し上げたチェックリストや分かりやすい事例集を活用した感染拡大防止の要請を行っている。加えて、労働者死傷病報告の提出および労災請求の勧奨等を実施していきたいと考えております。こうした取り組みを通じて、職場における新型コロナウイルス感染症の予防と同時に、健康管理、そこで働く皆さんの健康管理のより一層の徹底を図らせていただきたいと思います。最後でありますけれども、7月10日から受付を開始しております新型コロナウイルス感染症対応休業支援金につきまして、厚生労働省からこれ委託して事業をしていただいている事業者において、申請書類を誤って、本人、その方ではない別の方に送付をしてしまったという事案がございました。これ、具体的に申し上げると、委託事業者において添付書類を含む申請書類を受け付けた際に、形式的なチェックをしていただいております。でその際、明らかな不備がある場合には、申請者にその書類をお返しをして、そして補正修正して再提出していることをお願いしているわけですが、そのご本人に送付すべき際に、郵送先とは異なる方に申請書類を封入して送付したということが明らかになりました。現在のところ、このような事例が9件確認されたとの報告を受けておりますが、原因や同様の事案が他にないのかどうか、早急に調査をして確認をしていきたいと考えております。まずは誤って送付した方、また送付された方、それぞれに速やかに、すでにご連絡もさせていただいておりますけれども、謝罪を申し上げるとともに、他の同様の事案がないかどうかも含めて、早急に原因を確認していきたいと思っております。改めて作業全体に対してですね、そうした誤りがないように、二重三重のチェックを図っていきたいというふうに考えております。私の方からは以上